私の名前は高橋美咲、28歳。ほんの数年前まで私は東京の喧騒の中で光り輝く世界に生きていた。当手アパレルメーカーの企画部。毎シーズン、目まぐるしく変わるトレンドを追いかけ、新しいデザインを生み出す。それは刺激的でやりがいに満ちた日々だった。深夜までの残業も、厳しい上司からのダメ出しも、すべては夢を叶えるためのステップだと信じていた。私の世界は洗練された布地の色と美しいシルエット、そしてショーウィンドウに飾られる服たちがすべてだった。実家は都心から電車を乗り継いだ先にある古びた町工場。父はそこで自動車の整備工場を営んでいた。物心ついた頃から父の体からはいつも油の匂いがした。ぶっきらぼうで口下手で笑った顔をほとんど見たことがない。美咲、女は手に職をつけろとは言わんが、自分の城は自分で守れるようになれ。それが父の口癖だった。その言葉の意味を当時の私は理解しようともしなかった。手ぶらと汗にまみれた父の世界と私の生きる華やかな世界は決して交わることのない別の惑星にあるとさえ思っていた。電話で話すのはお盆と正月の挨拶くらい。お父さん元気？工場はどう？まあな、いつもそっけない返事。その声の奥にある本当の気持ちなど知る由もなかった。そんな平行線をたどるだけだと思っていた日常が一本の電話で音を立てて崩れ落ちたのはある秋の日のことだった。母からの震える声。美咲、落ち着いて聞いて。と父さんが。父は心筋梗塞であまりにも突然この世を去った。去年58歳。工場で愛用のスパナを握りしめたまま倒れているのを従業員が見つけたという。通夜と告別式はあっという間に過ぎていった。悲しみに暮れる暇さえなく、私と母の前に突きつけられたのは残酷な現実だった。父の工場、高橋モータースは長年の赤字経営で多額の借金を抱えていた。古びた設備、減り続ける得意先、そして時代の変化に取り残された昔ながらの経営。会計士から渡された書類の束は私たちが知らない父の苦悩の歴史そのものだった。美咲、この工場はもう閉めましょう。あなたがお父さんの苦労まで背負う必要はないのよ。母は涙ながらにそう言った。親戚も口を揃えて工場の売却を進めた。それが最も賢明な判断であることは誰の目にも明らかだった。私にはアパレルの仕事がある。守りたい未来がある。油の匂いが染みついたこの場所は私のいるべき世界じゃない。そう、頭ではわかっていた。しかし、心のどこかで何かが強くざわめいていた。葬儀が終わった夜、私は一人、がらんとした工場に足を踏み入れた。ひんやりとした空気の中に、父の匂いがまだ残っているような気がした。壁にかけられた工具、一つ一つが父の手によって長年使い込まれ、黒光りしている。事務所の隅には、色あせた一枚の写真が飾られていた。若き日の父と数人の職人たち。みんな、誇らしげな顔で笑っている。その中心で、はにかむように立つ父の姿は、私の知らない父の顔だった。父の机の引き出しを開けると、中には、一冊の古いノートがあった。そこには、武骨な文字で、びっしりと、整備の記録が綴られていた。昭和60年式、スプリンタートレノ、エンジン4。原因はクランクシャフトの摩耗。部品交換。持ち主の佐藤さん。息子さんとの思い出の車だと。絶対に直してみせる。平成5年式、クラウン。ブレーキの効きが悪いとの訴え。キャリパーオーバーホール。徳様を乗せる大切な車。丹前第一。ページをめくるたびに、父が一台一台の車と、その向こうにいる顧客の人生に、真摯に向き合ってきたことが、痛いほど伝わってきた。これは、ただの整備記録じゃない。父が生きてきた、証そのものだ。私は、アパレルで何を追いかけてきたんだろう。毎シーズン消費されていくトレンド。
作り手の顔が見えない大量生産の服。父が残したものは本当に負の遺産だけなのだろうか。気がつけば私は朝までそのノートを読みふけっていた。そして夜が明ける頃、私の心は決まっていた。翌日、私は母と親戚を集め宣言した。この工場を私が継ぎます。部屋は水を覆ったように静まり返った。誰もが私の言葉を信じられないという顔をしていた。タカレルの上司に退職の意を伝えると、君はキャリアを捨てるのか、と呆れられた。友人たちも、正気なの、と心配してくれた。それでも、私の決意は揺らがなかった。父が人生を捧げたこの場所を、このままなくすわけにはいかない。父が守ろうとしたものを、私が守る。それが、父にできなかった、たった一つの親孝行のような気がした。私は、デザイナーズブランドのスーツを脱ぎ捨て、父が着ていた油まみれの作業着に袖を通した。28歳、秋、高橋美咲のあまりにも無謀な挑戦が始まった。新しい社長として職人たちの前に立った日、その視線は刃物のように冷たく、私の心を突き刺した。職人たちの数は写真で見た頃よりもずっと減り、平均年齢は60歳を超えていた。その中でも、ひときわ鋭い眼光を放つ男がいた。古参職人のリーダー格、蓮太さん。私たちは親しみを込めて、蓮さんと呼んでいた。65歳。先代である父とは、若い頃から苦楽を共にしてきた、いわば工場の生き字引のような存在だ。職人としての腕は一流だが、プライドが高く、曲がったことが大嫌い。父を誰よりも尊敬していた源さんにとって、アカレルから来た素人の私は、父の城を汚す、侵入者以外の何者でもなかったのだろう。今日から皆さんと一緒に、この工場を盛り立てていきたいと思っています。至らない点ばかりですが、ご指導ご鞭達のほど、よろしくお願いします。私が、しんしんと頭を下げると、蓮さんは、鼻で笑ってこう言った。お嬢ちゃんの遊び場じゃねえんだぞ、ここは。タブラの匂いも知らねえあんたに、何ができるってんだ。その言葉が、戦いの始まりのボングだった。私の言うことは、ことごとく無視された。朝礼で経営方針を話そうとしても、誰一人、目を合わせようとしない。顧客満足度を上げるために、まずは待合室からきれいにしませんか。女性のお客様も入りやすいように、私の提案に、蓮さんは、工具を床に叩きつけて怒鳴った。くだらねえ。そんな金があるなら、新しい溶接機の一台でも買えってんだ。先代はな、見た目じゃなく、腕で客を呼んできたんだ。職人たちは、蓮さんの言葉に、うなずく。工場の中で、私は完全に孤立していた。悔しくて、事務所で一人、涙を流した夜は数えきれない。お父さん、どうして、天国の父に何度も問いかけた。しかし、弱音を吐いている暇はなかった。職人たちに認めてもらうには、まず、彼らと同じ言葉を話せるようにならなければ。私は、夜間の自動車整備専門学校に通い始めた。昼は、工場で雑用をこなし、職人たちの仕事を肩越しに見て学び、夜は教科書にかじりつく。睡眠時間は、日に日に削られていった。タカレルの頃とは比べ物にならないほど、体はきつかった。指はいつしか、傷と油汚れで黒ずんでいた。それでも、不思議と、心は満たされていた。車の構造を学ぶたびに、父がノートに綴っていた言葉の意味が、少しずつ理解できるようになった。父が見ていた世界に、一歩、また一歩と、近づいている気がした。しかし、現実は、私の小さな努力を嘲笑うかのように、さらに過酷なものとなっていく。私の就任から半年が経った頃、社長、話があります。一人、また一人と、古参の職人たちが、私の前に辞表を突きつけた。お嬢ちゃんの下で働くのは、もう限界だ。先代が泣いてるぜ。彼らの言葉は、鋭いナイフとなって、私の心をえぐった。そして、ついに、その日がやってきた。それも、今日限りでやめさせてもらう。
ネンさんだった。ネンさん、待ってください。どうして、タンタにはついていけねえ。ここは、俺たちの誇りだったんだ。それを、あんたは、ネンさんはそれ以上何も言わずに、背を向けて工場を去っていった。ネンさんを慕っていた他の職人たちも、後を追うようにやめていった。誰ほど賑やかだった工場は、まるで嵐が過ぎ去ったかのように、静まり返ってしまった。怒ったのは、経験の浅い若手職人の、健太と隆の二人だけ。そして、膨大な借金と、伽藍堂になった工場。私は、誰もいなくなった工場の真ん中で、呆然と立ち尽くすしかなかった。膝から、崩れ落ちそうになる。もう、無理だよ、お父さん。涙が、溢れて止まらなかった。私が、工場を潰してしまう。父が、人生をかけて守ってきた場所を、私の手で、絶望が、全身を支配したその時、私は、ふと、父の愛用していた工具箱が目に入った。震える手で蓋を開けると、整然と並べられた工具の下から、一枚の折りたたまれたメモが出てきた。それは、父の武骨な字だった。美咲、お前の好きなようにやれ。信じてる。たった一言。しかし、その言葉は、何よりも強く、私の心を打ち抜いた。ぶっきらぼうで、何も語らなかった父。でも、見ていてくれたんだ。信じていてくれたんだ。涙が止まらなかった。しかし、それは、先ほどまでの絶望の涙とは違っていた。温かい力が湧いてくる涙だった。と父さん、ありがとう。私はメモを強く握りしめ、顔を上げた。まだ、終われない。いや、ここからが、始まりだ。私にしかできないやり方で、この工場を、必ず再生させてみせる。その夜、私は残ってくれた健太と隆を事務所に集めた。二人とも、聞いてほしい。私、この工場を、今までの整備工場とは全く違う場所にしたいんだ。私の目は、もう迷ってはいなかった。私の逆転劇は、一台のスマートフォンから始まった。まず、インスタグラムと TikTok のアカウントを開設した。名前は、高橋モータースシンデレラファクトリー。何ですか、シンデレラって。健太は、少し恥ずかしそうに笑った。P の、タブラまみれの私たちが、魔法をかけるのよ。車にも、そして、この工場にもね。私たちは、日々の奮闘を、写真や短い動画で発信し始めた。錆びついた部品が、キカキカに磨き上げられていくビフォーアフター。私が、慣れない手つきで、エンジンオイルを交換する様子。休憩時間に、三人でカップラーメンをすする姿。ありのままの、私たちの日常を、そこには綴った。最初は、誰にも見向きもされなかった。しかし、毎日、発信を続けるうちに、少しずついいねがつき始め、応援のコメントが届くようになった。見ず知らずの人からの温かい言葉が、私たちの大きな支えとなった。同時に、私は、工場の改革に着手した。コンセプトは、女性が、一人でも安心して来られる整備工場。まず、あのベンさんに一括された、待合室の改装から取り掛かった。業者に頼むお金はない。だから、自分たちの手で作り上げた。壁を明るいベージュに塗り替え、フル材でおしゃれなテーブルと椅子を作る。隅には、小さなキッズスペースを設け、絵本やおもちゃを置いた。自動車雑誌の代わりに、女性ファッション誌やライフスタイル雑誌を並べ、フリードリンクのコーナーには、ハーブティーやカフェラテを用意した。そして、私たちの魔法のサービスが生まれた。それは、シンデレラカーケア。整備や修理が終わった車は、必ず、車内を徹底的にクリーニングする。掃除機をかけ、窓を拭き、シートのシミを取る。そして、仕上げに、数種類のアロマからお客様に、好きな香りを選んでもらい、車内を優しい香りで満たすのだ。車がきれいになるだけじゃなくて、乗った瞬間に、ちょっと幸せな気持ちになれる。そんなサービスを、私たちは提供したいの。健太と隆は、私のアイデアに、目を輝かせて賛同してくれた。地元のフリーペーパーに、なけなしのお金で、小さな広告を出した。SNS での発信も、続けた。すると、奇跡が起き始めた。
インスタグラムを見て、来ました。最初に訪れてくれたのは、小さな子供を連れた、若いお母さんだった。今まで、整備工場って、なんだか怖くて入りにくかったんです。でも、ここなら、安心してお願いできます。その言葉が、何より嬉しかった。口コミは、瞬く間に広まっていった。女性客が、次々と私たちの工場を訪れるようになった。彼女たちは、夫の車ではなく、自分の車のメンテナンスを、私たちに任せてくれた。カフェのような待合室で、子供を遊ばせながら、安心して整備が終わるのを待つ。そして、綺麗で良い香りになった愛車に乗って、笑顔で帰っていく。工場は、かつてない活気に満ち溢れていた。けたたましい機械音と、怒鳴り声が響いていた場所は、いつしか、お客様と私たちの笑い声が絶えない、明るい空間に変わっていた。そんなある日の午後、一台の、見慣れた古いセダンが、工場の前に止まった。運転席から降りてきたのは、やつれた様子の、レンさんだった。レンさんは、客のふりをして、オイル交換を頼んだ。私は、何も言わず、それを受け入れた。彼は、待合室の隅で、黙って、工場の様子を眺めていた。活気に満ちた工場。楽しそうに、そして、自信に満ちた顔で働く健太と高志。お客様と笑顔で話し、的確なアドバイスをする私の姿。彼の目に、今の高橋モータースは、どう映ったのだろうか。オイル交換が終わり、きれいに磨き上げられた車を前に、レンさんは、一言だけ、ぽつりとつぶやいた。先代のやり方とは、違うな。その言葉に、トゲはなかった。ただ、静かな驚きと、戸惑いが滲んでいるように聞こえた。そして、運命の日が訪れる。近隣の高速道路で、大きな玉突き事故が発生した。私たちの工場にも、一台、大破した車が運び込まれてきた。それは、特殊なフレーム修正が必要な、難しい修理だった。健太と高志の技術では、手に負えない。途方に暮れる私たちの前に、一台のトラックが、勢いよく止まった。荷台から降りてきたのは、作業着姿の、レンさんだった。彼の後ろには、かつて工場を去っていった、ベテランの職人たちの顔もあった。レンさんは、まっすぐに私の前に立つと、こう言った。噂は聞いている。助けが必要なんじゃねえのか。私は、こみ上げてくるものを、必死にこらえた。お願いします。その一言で、すべてが通じた。その夜、私たちの工場は、再び、かつての熱気を取り戻した。レンさんの的確な指示が、工場に響き渡る。ベテランの職人たちが、無駄のない動きで、火花を散らす。健太と高志は、食い入るように、その技術を見つめ、サポートに徹する。そして、私も、整備士として、彼らと肩を並べて、汗を流した。かつて、対立し、憎しみ合った者たちが、今、一つのチームとなって、困難に立ち向かっている。父が夢見た光景は、これだったのかもしれない。夜を徹した作業の末、夜明け前、車の修理は完璧に完了した。朝日が工場に差し込む。疲れ切った顔で、しかし、誰もが満足そうな顔で、笑っていた。依頼主は、涙を流して私たちに、感謝の言葉を伝えた。そして、レンさんは、私の前にもう一度、向き直った。彼は、ゆっくりとその場で、しんしんと、私に頭を下げた。すまなかった。それは、間違っていた。タンタは、お嬢ちゃんじゃねえ。立派な社長だ。その瞬間、こらえていた涙が、私の方を伝った。レンさん、顔を上げてください。私一人じゃ、何もできなかった。レンさんの力が必要です。やめて言った。みんなの力も必要です。一緒に、この工場を、日本一の工場にしてください。私は、震える手で、レンさんに手を差し伸べた。レンさんは、その武骨で大きな手で、私の手を、強く、強く握り返した。それから、数ヶ月後、高橋モータースシンデレラファクトリーは、予約が取れないほどの人気工場になっていた。レンさんをはじめ、一度は去った職人たちも、全員が工場に戻ってきた。
彼らは、今、若手の健太や高志に、その熟練の技術を惜しみなく伝えている。私は、社長として、経営と、そして一人の整備士として、現場に立ち続けている。社長室の壁には、父の写真と、あの日のメモが、並べて飾ってある。美咲、お前の好きなようにやれ。信じてる。父が残してくれた、本当の遺産。それは、赤字の工場でも、借金でもなかった。それは、人を信じる心。どんな逆境にも、諦めずに立ち向かう強さ。そして、古いものと新しいものが、互いを尊重し、手を取り合ったとき、そこに、想像もできないような奇跡は生まれるということ。父が、人生をかけて守り抜いたこの場所で、私は、私の物語を、これからも仲間たちと共に紡いでいく。父から受け継いだ誇りと、かけがえのない仲間たちとの絆を、この胸に深く抱いて。それではまた、次の動画でお会いしましょう。